Team and Pop. Today's theme is Recommended Drama。ハローハロー、ハリーさん、ジェニーさん、ハニーズの皆さん、おはようございます。エンティームのゆうまです。僕がポップニュースをお届けするエンティームエンポップ。今日のテーマは年末年始におすすめのドラマです。はい、今日からお正月休みという方も多いかもしれませんが、今年は最長のお正月休みが9連休という方もいるようなので、配信サイトで見ることができるおすすめのドラマを紹介していきます。僕がおすすめしたいのは涙の女王です。これはめちゃくちゃ僕も大好きですね。ハニポでもたびたび話題に上がっていますし、韓国でも歴代視聴率を塗り替えた大ヒット作品なので、見たよという方も多いかもしれませんが、気になっているけど見てないという方は、このドラマが少し長めなのでゆっくり見ることができる年末年始がおすすめです。ストーリーをですね、簡単に説明しますと、結婚生活の危機を迎えていたデパート業界の女王と田舎出身の夫、そんな二人の間に奇跡のように再び愛が芽生え始めるというものなんですね。本当に見ててもどかしい気持ちになるんですが、その中でも面白さだったり恋愛の楽しい部分が表現されているので、とてもおすすめです。そしてドラマに詳しいハニポスタッフ、そんなハニポスタッフのおすすめドラマも聞きました。今から3作品をだいたい20秒で紹介してくれます。プレゼンしてくれるのは番組構成作家の AI メガネちゃんです。僕もこの中から1作新たにチェックする作品を選びます。まず1つ目はストレージャーシングス。1980年代の小さな町ホーキンスを舞台に、少年たちが友人や家族たちを守るため事件解決に立ち向かうミステリーなんですが、見出したら選択肢は一気見のみ。80年代のカルチャーがたっぷり詰まった SF 作品。シーズン5が2025年にネットフリックスで世界独占配信決定。見るなら今しかない。デモゴルゴン。デモゴルゴンデモゴルゴン、これはもうストレージャーシングスを見たらわかるのかな。気になりますね。おー、わかるらしいね。もう必ずこれちょっと気になりますね。ストレンジャーシングスちょっと気になり始めましたね。2つ目じゃあいっちゃいますか。2つ目はムービング。超能力を持つ高校生の青春物語かと思いきや、8話から世界が一気に変わります。超能力者と暗殺者のバトルに親子愛、ラブストーリーも加わって、見たい物語が全部盛り。プサン国際映画祭で史上初の6冠を獲得した絶対見なきゃいけない一作です。ガンガンガン。うわ、これちょっと超能力めっちゃ気になるな。高校生青春ラブストーリー絶対面白いな。これもちょっと気になりますね。ちょっと最後に3つ目いっちゃいます。3つ目はソンジェ背負って走れ。事故で下半身不随となって生きる希望を失っていたヒロインが、デビュー間もないバンドのボーカルの言葉に救われたことから物語がスタート。そんなヒロインが推しを守りたいという一心でタイムリープを繰り返すラブストーリーです。推しがいる人ならなおさらときめいて胸に迫る2024年最強韓国ドラマです。おー、いいですね。AI メガネちゃんのこのちょっと趣味がちょっとなんとなく分かった気がしますねで、今回この中から僕がじゃあちょっと選びたいと思いますね。僕は2つ目のムービングを選びますね。ちょっとデモゴルゴンちょっと気になったんですけど、ちょっと青春ラブストーリーというところにちょっと惹かれちゃいましたね。僕これちょっと見たいと思います。また感想お伝えしに来ますね。はーい、ということでそろそろこのコーナー終わりの時間が近づいてきました。最後は僕が2024年一番聴いた曲、クラッシュさんのサムタイムスをお届けします。この楽曲の曲調が好きなんですが、クラッシュさんはこの曲に限らず曲調や歌詞に共感することが本当にとても多くてですね、本当にたくさん聴いてます。それでは聴いてください。クラッシュで Sometimes。 ここまでのお相手はエンティームのゆうまでした。ハニーズの皆さん、ルネの皆さんも良い年をお迎えください。ゆうまくん Thank you。 涙の女王祭りになりましたけれどもね、まあそれ以外にもムービングだったりソンジェの話いろいろありました。
もう気がついたらゆうまくんもう何なのかな、完全にナビゲーターになってるね。いや本当そうですよね。ねえ、もう楽しい。ねスタジオ待ってますよ。ちなみに今ね聴いていただいた曲、Crush Sometimes、 これも涙の女王でクラッシュが曲を提供してるということですよね。そして来ましたね。これがそうか、これがクラッシュで、なるほどね。でもそれだけじゃ物足りないということで、ハニポスタッフの皆さんの思いが次の曲へとつながってしまうそうです。ちょっと待って、ハッシュタグポップ JWAVE、 年末年始何かドラマ見てみようかなと思ってた。良いお年をゆうまくんありがとう。クラボーさんだったりね、年末年始は仕事だからまた時間ある時に見てみよう。カンカンカンって言っちゃう可愛いゆうま。ガンガンガン。じゃあメガネちゃん、選曲理由もうどうぞマイク取っちゃってください。はいはい。私の一曲はですね、いや、いいんですよ。私のマイク奪っても大丈夫。使ってください。どうぞ。いいから。私の一曲はやっぱりマイクの前をちゃんと話して。涙の女王からなんですけれども、今年はですね、この涙の女王に出てた、キム・スヒョン、キム・ジヨン、そしてクハク・ドンヨン、パク・ソンフン、これイカゲーム2にも出てますけど、このファンミにも4人のファンミしっかり行きました。はい、ということで、涙の女王から不足数のザ・リーズン・オブ・マイ・スマイルです。かわいい。始まる。いやいや、もう。貴様。もう曲聴きましょう。ね。